歴史上最大のビジネスミス10選。簡単に犯せるような間違いで何百万ドルもの損失を被りました。ゼロックスは世間知らずだったため、若き日のスティーブ・ジョブズに21世紀最大の技術的発明を真似させ、Google の初期の頃は多くの人が「おう」と言いました。ここに挙げたビジネス上の間違いは、グローバル企業の破産につながる誤った判断によって何百万ドル、何十億ドルもの損失を招きました。これらは教訓的な話であり、他社が下したひどい判断とその影響の実例です。1位、コダックとデジタル技術に対する同社の軽蔑。コダックは、最も優秀な従業員の一人であるエンジニアのスティーブ・サンプソンを通じて、最初のデジタルカメラを発明しました。コダックは、最初のデジタルカメラの特許を登録しました。当時、コンピューターはまだあまり使われていなかったため、デジタル画像を楽しむ最良の方法はテレビを使うことでした。おそらく、当時のアナログカメラ市場と、現像用のフィルムロールやカセットの成功と利益性により、コダックは業界最悪のミスの一つを犯しました。コダックは1世紀にわたってカメラ市場を独占していましたが、どうやら新世紀のトレンドに適応する方法を知らなかったようです。デジタル画像に対する市場の大きな需要性を知っていたにもかかわらず、彼らは賭けに出てアナログカメラとそのフィルムロールだけに集中するというひどい決断を下しました。彼らは手遅れになるまでデジタル技術を凍結したままにしていました。リスク回避、未知への恐怖、または市場のニッチを失うことへの恐怖とでも言いましょうか。デジタルカメラの開発者は、時代遅れの技術に固執するために、自らの発明に背を向けました。2000年、デジタル技術が爆発的に進歩したにもかかわらず、コダックの収益の 70% 以上は依然としてアナログ製品に集中していました。市場の動向に無頓着な巨大企業の衰退が始まりました。2000年から2010年にかけて、コダックの収益は半分以下に落ち込みました。同社はデジタル市場への参入に懸命に取り組みましたが、同社のカメラモデルは赤字を計上し、携帯電話やデジタルカメラを内蔵したその他の機器の市場が活況を呈していたため、損失はさらに大きくなりました。2004年から2010年にかけて、コダックは年間約12億ドルの損失を出し、今世紀の写真市場の巨人は2012年に破産を宣告しました。ビジネス界で最も明白な教訓は、たとえリーダーであっても、市場の動向に注意を払わなければならないということです。2番目、エキサイトは1999年に Google を100万ドルで手放した。1999年、世界的にインターネットがブームとなった年には、Yahoo、エキサイト、アルタビスタという3つの検索エンジンが市場を独占していました。Google は大手企業に比べれば赤ん坊のような存在でした。そのため、当時26歳だったラリー・ペイジは、わずか100万ドルでエキサイトの大手企業を Google に提供しました。エキサイトのジョージ・ベルは、その金額がエキサイトの資産のわずか 1% だったため、この取引に非常に満足していました。しかし、若きラリー・ペイジは、取引を成立させるためには、エキサイトの検索エンジンのアルゴリズム全体を Google のものに置き換える必要があると要求しました。ベルは、ページの要求は要求しすぎだと考え、拒否しました。これは、当時世界第2位のインターネット検索エンジンの終焉の始まりでした。エキサイトは2004年に ASK.com に買収されましたが、同社の市場シェアは現在わずか 0.5% です。今日、Google はインターネットの巨人であり、1日あたり15億件以上の検索を処理し、世界の検索市場の 90% 以上を所有し、他の非常に収益性の高いビジネスも持っています。ラリー・ペイジは現在、世界で9番目に裕福な人物だ。Google のバランスシート上の資産は約2兆ドルで、これはベルがペイジに支払うべきだった金額の1000倍だ。パラダイム麻痺、変化への恐怖。3番目、新しいコカ・コーラ。炭酸飲料の巨人は自殺寸前だった。コカ・コーラの幹部は、ペプシチャレンジと呼ばれるペプシのキャンペーンが成功したことに直面し、不安に陥り、飲料に突然の変更を加えることになった。入国は100年以上ぶりの、そしておそらく唯一のコカ・コーラのフレーバーの大きな変更だった。
研究室の科学者は有名なカクテルを微妙に変更するよう命じられ、ソフトドリンクの秘密基地の変更を示し、通常の砂糖もコーンシロップに置き換えられた。莫大な広告費とイメージ変更がかけられた入国は、1985年4月に米国の店頭に登場した。ブラインドテストでは、新しいフレーバーが元のレシピよりも 60% 以上支持されたにもかかわらず、当初は大成功に見えたものが、数週間以内に完全な失敗に変わった。怒った消費者からの何千もの手紙、新聞の社説での何百もの否定的なレビュー、さらには街頭抗議によって、入国は数週間以内に店頭から消えた。数ヶ月にわたる異常な混乱の後、コカ・コーラの経営陣は入国の終了を発表せざるを得なくなり、コカ・コーラクラシックという名前で製造されたオリジナルのレシピは、はるかに高価だったかもしれない。コカ・コーラの経営陣は、間に合うようにその意図を撤回し、消費者の許しを得ることができた。入国が追加製品として徐々に導入されていたら、市場がその選択を拒否することはなかっただろう。教訓は単純だ。イメージと製品の変更は、それほど突然でも劇的でもないのだ。4番目はダイムラー、ベンツとクライスラーの合併です。現在フィアットの傘下にあるクライスラーは、米国市場でより大きな存在感を示してきた GM やフォードとは異なり、米国自動車産業のビッグ3の一角を占めてきた。クライスラーは、日本ブランドの存在感の高まりに脅威を感じている。メルセデス、ベンツのラインを所有するドイツ企業ダイムラー、ベンツは、この状況にチャンスを見出し、1998年にクライスラーに360億ドルもの金額で合併を提案することを決定した。ダイムラー・クライスラーが誕生し、世界第3位の自動車企業となった。両社のビジョンはシンプルで、世界的な存在感を獲得し、世界販売の一定の割合を維持することだった。しかし、この戦略は期待された成果を生まず、合併から7年後、クライスラーの収益は合併後の企業のわずか 10% に過ぎなかった。2007年初頭までに、ダイムラー、ベンツはクライスラーから分離し、株式の 80% をサーベラスと呼ばれるプライベートエクイティグループにわずか74億ユーロで売却することを決定した。合併とその後のクライスラーへの売却により、ダイムラー、ベンツは100億ドルを超える損失を被ったが、幸運にも両社ともこの大きな打撃を乗り越えることができた。5番目、ブロックバスターはネットフリックスを買収し、自社のサービスの一つとして提供することができました。誰もが古い VHS カセットの映画を覚えているか、聞いたことがあるでしょう。映画館で上映される映画は、ビデオカセットフォーマットでは1本あたり20ドル程度でした。1990年代半ばの大きな解決策は、ブロックバスタービデオのような映画レンタル店でした。この帝国は985年から1990年代にかけてほぼ世界中で繁栄しました。2000年頃、新興のオンラインストリーミングサービスネットフリックスのリード・ヘイスティングスと他の幹部がブロックバスターに提携を持ちかけました。ヘイスティングスと彼のパートナーはブロックバスターのオンライン及び配信ビジネスを運営し、ネットフリックスをサービスの一部として提供することを提案しました。この取引は失敗に終わり、ヘイスティングスの言葉によれば、彼が会議室を去るときにブロックバスターの幹部は大声で笑ったそうです。その話の結末は誰もが知っています。ブロックバスターは2002年から2005年にかけての DVD 価格戦争による厳しい脅威にも、著作権侵害の強い侵入にも、すでに普及していた定額制テレビ業界やネットフリックスが提供するウェブ形式を好む市場にも対処できなかった。2005年には、ネットフリックスは米国だけですでに100万人の加入者を獲得しており、ブロックバスターは必死の思いで、ブロックバスタートータルアクセスと呼ばれるハイブリッドオンラインレンタル形式を立ち上げた。それはネットフリックスの影に過ぎなかった。ブロックバスターの新しい拠点では、セブンイレブン出身のジム・キーズが市場シェアの喪失を補い、競合他社と肩を並べようとした。キーズはデジタル戦略を却下し、まだ利益を上げている実店舗を強化し、ビデオゲームのレンタルに向けて事業を再開した。これは誤った決断だった。2010年9月、ブロックバスター、ビデオが破産を宣告し、ネットフリックスは独自のコンテンツを制作するだけでなく、
世界中に2億5000万人以上の加入者を抱え、反映し変化を受け入れる企業となった。6番目、ノキアとアンドロイドオペレーティングシステムに対する同社の軽蔑。ノキアはテクノロジーブーム以前から最も有名なブランドの一つでした。今世紀の初めから2007年まで、ノキアは世界の携帯電話市場の 40% を占めていました。今日、ノキアは10年前に台頭したスターの非常に暗い影に過ぎず、その没落はおそらく、暗氏が10年前の出来事によるものです。当時ノキアの副社長だったバンヨキ氏は、ノキアが自社のシンビアンシステムで優れたサポートを提供していると考え、Android オペレーティングシステムに背を向けた。2007年に Apple が iPhone を発売した時、ノキアの幹部は大きな脅威を感じ、2つの戦略を試みた。一つはシンビアンを近代化すること、もう一つはMeeGoと呼ぶ新しいオペレーティングシステムを作成することだった。残念ながら、どちらのチームも、テクノロジーの世界で高くつく内部闘争、分裂、官僚主義、遅さなしには機能していない。ノキアには常に解決策があった。Android のようなオープンソースオペレーティングシステムにかけることだったが、この選択肢は却下された。バンヨキ氏の答えは、冬は小便をして暖を取るというもので、社内開発にかけていた。年間約50億ドルの損失で、単純なプライドが伝説のテクノロジー大手の存在を危うくした。7番目、Yahoo は Google と Facebook が創業間もない頃に、両社を買収する機会を逃した。Yahoo は創業当初はインターネット界の巨人として君臨していたが、一連の誤った経営判断の犠牲者でもあった。同社はウェブ広告の先駆者であるダブルクリックを買収することもできたが、同社は最終的に Google に買収された。また、創業当初には Google 自体、さらには Facebook さえも買収できたはずだった。ラリー・ペイジは Google を立ち上げるための資金を Yahoo に求めたが、拒否された。これは大きな間違いだった。2002年、Yahoo と Google は再び交渉に臨んだ。Yahoo は Google 買収に30億ドルを提示した。Google は50億ドルを要求したが、合意には至らなかった。Google がさらに強力な検索エンジンを開発する一方で、Yahoo は Web 検索エンジンを廃止した。2006年、Yahoo は Facebook を手放した。マーク・ザッカーバーグは100万ドルを要求し、Yahoo の経営陣は100万ドルで合意した。2008年、Google は当時 Yahoo が買収を拒否したダブルクリックを買収することで、Web 広告管理で大きな飛躍を遂げた。経営陣は低い提案だとしてこれを拒否した。1年後、Yahoo は自社の検索エンジンに背を向け、マイクロソフトに検索エンジン Bing の使用料を支払った。2017年、ベライゾン、メディアが Yahoo の残余部分を44億8000万ドルで買収し、Yahoo、ジャパンの子会社とアリババの一部株式はアルタバに移管された。8番目、ゼロックス社と同社がアップル社に提供した技術に関する過ち。歴史上最大のビジネス上の失敗は、善意と自信過剰によるゼロックスの失敗です。コピー機と印刷トナー市場の世界的リーダーである米国企業ゼロックスは、伝統的に研究開発活動で際立っていました。ゼロックスは、1970年代には前例のない巨大企業になっていたかもしれません。ゼロックスは、商業化にさえ手を出さなかった研究分野をいくつか所有するという贅沢をしていました。そのうちの2つは、当時としては非常に先進的だった伝説的なゼロックスアルトパーソナルコンピューターと、後のコンピューターシステムの先駆けとなるグラフィカルユーザーインターフェースの作成と開発です。ゼロックスガイドにより、ユーザーは画像やグラフィックスを操作できました。これは、今日ではマウスさえ備えた最新のオペレーティングシステムに匹敵します。1979年、ゼロックスは100万ドルの株式と引き換えに、アップルに自社施設への3日間の訪問を許可しました。この機会を逃すことなく、スティーブ・ジョブズを含む最高の人材をゼロックスの研究所に送りました。ジョブズは、ゼロックスへの訪問から独自の類推を展開しました。1994年のインタビューで、マッキントッシュの起源について尋ねられたとき、スティーブ・ジョブズは率直にこう答えました。優れたアーティストは模倣し、偉大なアーティストは盗みます。ゼロックスの人々は、
自分たちが手にしているものについて知らなかったようです。一方、ビル・ゲイツもゼロックスの進歩に刺激を受けたと主張しました。最悪なのはゼロックスの開発エンジニアであり、訪問の目撃者であるラリー・リスターによると、彼らが公開したのは開発の 5% だけでしたが、スティーブ・ジョブズに刺激を与えるには十分だったということです。80年代初頭、ゼロックスは自社の技術の使用をめぐってアップルを訴えました。しかし、訴訟は却下され、契約書に署名されていたため、何の影響もありませんでした。ゼロックスの科学者たちがそれほど信頼していなかったら、今日私たちが話題にしているのは、Windows や Macintosh ではなく、万能のゼロックスパルクだったかもしれません。彼らは、今世紀最大の技術投資を競合他社に譲り渡しただけなのです。9番目、基本的な変換エラーにより、NASA は3億2700万ドルの損害を被りました。3億2700万ドルの火星探査機が、NASA 史上最も愚かな誤解により宇宙で行方不明になった。多国籍航空宇宙請負業者のロッキード・マーティンが英国の計量法に基づいて探査機を設計したのに対し、NASA の科学者はメートル法を使用して作業していたことが判明した。フィートをメートル、マイルをキロメートルに変換したのだ。NASA は結果を想像することしかできなかった。探査機のスラスターの故障と誤作動により、火星軌道付近で行方不明となり、約3億2700万ドルの費用が無駄になった。NASA には数日前に誤りに気づいたが、この測定値の不一致に気づいたのは遅すぎた。10番目、制御された焼却により、ロスアラモス市は10億ドルの損害を被った。バンデリア国定公園の責任者委員会は、ニューメキシコ州ロスアラモス市消防局と共同で、セロ・グランデ山頂の公園内に差し迫った危険があることを考慮して、制御された焼却を計画することを決定した。2000年5月4日に焼却を開始する決定が下された。針葉樹の密集、深刻な干ばつ、そして全く異常な風が惨事を引き起こした。4日以内にチームは火を制御できなくなり、予防線を越えてしまった。ロスアラモス市とサンタクララの町は避難を余儀なくされた。約400世帯が財産を失い、1000エーカーが消失した。人的被害は記録されていない。しかし、米国会計検査院によると、損害額は10億ドル強と見積もられている。コミュニケーションの失敗、リスクへの恐れ、変化への恐れ、市場や顧客の過小評価、競合への過度の信頼、製品の突然の変更などは、ビジネスの世界では誰もが犯す可能性のある間違いです。まだ登録していない場合は、アメージングファクツに登録して、好奇心や驚くべき謎などに関する興味深いコンテンツをもっとお楽しみください。このビデオが気に入ったら、ぜひ、いいねして、友達と共有し、どの驚くべき事実が一番気に入ったかをコメントで教えてください。次のビデオでお会いしましょう。